皆さんこんにちは、山上アリシアです。今日は2020年のマイベストコスメを発表したいと思います。イエーイ今年は本当に一瞬で終わっちゃったんですけれども、その中でも私が本当に気に入っているコスメを紹介していきたいと思います。なので2020年に新発売されたものっていうよりかは、2020年に私が出会ったものだったり、頻繁に手に取って使ってたものを紹介していきたいと思います。結構いろいろあるので早速やっていきたいと思います。最初が D プログラムのアレルバリアエッセンス BB です。私はライトを使っています。マスクが日常的になったのがきっかけで使い始めたアイテムなんですけれども、花粉だったりホコリなどから守ってくれるし、すごい肌に優しいベースメイクとなっています。で、赤みだったりとかくすみとかもカバーしてくれる、プラス UV カット効果もあるので、今年は本当にこれを使うことが多かったです。で、次がフェイスパウダーなんですけれども、私はこちら高原堂のマイファンシーシアーモイストパウダーです。で、これもね、結構私の動画に出ているアイテムなんですけど、すごいパウダーがきめ細かいので、ファンデーションだったりとかコンシーラーがよりにくくなっている気がして、使うことが本当に多かったです。で、保湿感もしっかりやって、シルバーだったりゴールドのピグメントも入っているので、自然なツヤ感だったりとか透明感があるお肌のように見せてくれるので、本当にお気に入りです。で、次はアイシャドウなんですけれども、ランコムのイプノパレットの11番です。でね、イプノパレット結構いろんなカラーバリエーションがあるんですけど、今年特に夏から秋に向けて本当によく使ってたパレットがこの11番です。日常的に使いやすいベージュカラー、おしゃれなテラコッタカラーなども入っているので、この一つのパレットだけで完成できるので本当に使いやすかったです。結構アイシャドウ自体がしっとりしているので、ぼかすには使いやすかったです。で、次はアイライナーです。私はリキッドライナーを選びました。D アップのシルキーリキッドアイライナー。私はブラウンブラックです。これ現場で使ってるヘアメイクさん結構多くて、それがきっかけで使い始めたんですけど、リキッドアイライナーって時間が経つと滲んじゃってたりとか、もう消えちゃってたりすることがあるじゃないですか。でもこの D アップ本当にそれがなくて、乾くのもすごい早いので、塗った後にもうすぐ取れないようになっています。本当に落ちない。ブラウンブラックの色が結構大好きで、はっきりしてるんだけど強すぎず柔らかい印象にしてくれるブラウンブラックがおすすめです。今もつけてるんですけど、結構ね、筆もすごい細いので、あんまりリキッドライナー慣れてない方でもすごい使いやすいライナーだと思います。そして次はマスカラなんですけど、私欲張っちゃって3つ選んじゃいました。こちらが高原堂のマイファンシーロングラッシュトリートメントマスカラです。マスカラブラシがもう密度がすごくで細くて小さなまつげも全部キャッチしてくれるブラシです。本当名前通りのロングラッシュで、塗れば塗るほど本当に長くなるので、強めのメイクの時に使うことが私は多いです。次はブラウンマスカラなんですけど、ヒロインメイクのロング&カールの2番です。カールをしっかりキープしてくれるマスカラです。ブラウンって結構、これブラウンなのっていうぐらい黒いものだったりとか、すっごい明るいものに分かれちゃうと思うんですけど、ちょうど真ん中のチョコレートみたいな色合いになっていて、ヒロインメイクならではの本当ににじまないマスカラになっています。で、今もブラウンマスカラを使っています。黒だったら結構印象が強くなりすぎる時もあると思うんですけど、このブラウンマスカラはそういうのがないのでおすすめです。次がカラーマスカラ、渦のモテマスカラのコッパーです。でね、結構ブラシで見ると明るく見えるんですけど、実際につけてみるとそこまで派手な感じではなくて、光に当たるとこの色が見えるっていう感じになっています。なのでカラーメイクが初心者の方だったりとか、日常メイクにもう一つ足したい人とかにはすっごいおすすめです。で、次はチークです。じゃんもうこれ出してびっくりしてる人いないんじゃないかな、私の動画を見てくれてる人は。メイク動画でほぼ毎回出てるエクセルのオーラティックブラッシュです。こっちが
アプリコットジャムで、こっちがベイクトシナモンです。で、パッケージ的にはこういう感じで、最初開けるとブラシが入っています。で、このブラシもすっごい柔らかくてワイドなので、さっとチークを塗れるのですごい便利です。ベイクドシナモンは結構今年人気だったと思うんですけど、ピンクベージュになっています。結構クールトーンなので秋冬にぴったりなチークなんですけど、ほんとどんなメイクでも合うようなチークカラーになってます。で、もう一つのカラーがこちらアプリコットジャムなんですけど、結構私オレンジ系メイクすることが多いので、ピンクコーラル系のチークはこれを使うことがすごく多かったです。で、両方ともハイライトカラーと発色のいいチークカラーが混ざってるので、塗った時もすごい立体感があるような感じになるので、すごい使いやすかったです。で、次はハイライター。私ハイライターめちゃくちゃ好きなので結構迷ったんですけど、&B のグローハイライターです。これもハイライト比較の時に出てきたものなんですけど、クリームハイライトになっています。で、バームみたいなテクスチャーなので、キラキラ系のハイライトっていうよりもほんとツヤ感を出してくれるハイライトになっています。バームなので結構保湿力もあってすごいつけやすいです。で、肌にすごい馴染みやすいので、結構この頬骨のところだったりとか、私がすごい気に入ってたのはここ目頭のところに入れるのがすごい気に入ってました。鼻のここら辺にもちょっとだけ塗ったりとかして馴染みがいいハイライトでした。最後はリップです。ロレアルのルージュシグネチャー116番です。結構この三角の形が塗りやすくなっていて、リップにつけやすいようになっています。今もつけてるリップだそうなんですけど、ソフトマットのピンクブラウンになっています。なのでこれも結構いろんなメイクにも合うんですけど、ちょっと大人っぽいお上品な感じになります。プチプラで結構驚かれるリップでした。はい、という感じで私の2020年のマイベストコスメの紹介は終了です。私が本当に気に入ったものばかりなので、皆さんもチャンスがあれば手に取ってみてください。皆さんのマイベストコスメとかもコメント欄で見れるとすごい嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。